あなたは AE で追加された新しい従者をもう仲間にしましたか？そもそも仲間にする方法がわからなかったり、どれくらい強いのか、何に向いているのかがわからなくて、使ってないという方も多いかもしれません。そこでこの動画では AE で追加された新従者について、仲間にする方法から効率的な運用法、実際の使用感などについて解説していきます。最初に紹介するのは、トリビュナルの亡霊で仲間にできる4人の従者です。彼らを仲間にするには、ソルステイムの聖堂内にある異端の調査、恥屋の告白を読むことで始まるクエスト。トリビュナルの亡霊をある程度進める必要があります。クエストが始まると、ファールブサーツの鋳造器具へ行くよう促されるので、そこへ向かうと、見ての剣ロフランが襲いかかってくるので倒します。彼が持っていたメモを読むと、レイブンロック鉱山の上に隠し聖堂の入り口があることが記されているので、そこへ向かいます。注意点として、聖堂に入る前に必ず、先ほど倒した剣女の兜とローブを着てください。このクエストは、彼らの教団に加入するルートと滅ぼすルートが存在しており、初訪問時にこれらの装備を着ておかないと、滅ぼすルートに進んでしまいます。聖堂に入るには仕掛けを解く必要がありますが、剣路のメモに書いてある通りに記号を合わせればいいだけです。聖堂に入ったら、女族長に話しかけます。選択肢が色々出ますが、信徒に加わりたいというものを選びます。するとまた選択肢が出るので、戦闘に勝利したらうんぬんかんぬんというものを選びます。すると、信徒4人と順番に戦闘になります。戦闘が始まった時点で兜とローブを外しても大丈夫なので、好きな装備で戦闘に臨めます。この戦闘には従者は加わってくれないので、頑張って一人で倒しましょう。戦闘に勝利すると、先ほど戦った4人を従者として雇うことができるようになります。他にも、女神からの命令を持っているという選択肢を選ぶと、仕事を3つ依頼されるので、この3つの仕事を終わらせることでも、彼らを雇えるようになります。クエストを完了させるには、どのみちこの仕事をこなさなくてはならないので、戦闘に自信がない方はこのルートを選ぶのがいいでしょう。他にも説得するというルートもあるのですが、この説得を成功させるには、話術スキルが100必要になるので、よほど話術スキルが育ってる人以外には関係ありません。それでは性能の解説に入ります。1人目は、つま先のベスパースです。彼女は二刀流での戦闘を得意とする、近接戦闘型の従者です。レベルはプレイヤーの 1.2 倍で、最大で100まで上がります。2連疾風をランク2まで習得しており、猛烈な速度で攻撃してくれます。剣士、骨折り、ハック&スラッシュ、すべてをランク3まで習得しているので、片手剣、片手メイス、片手斧、どれを持たせても存分に活躍してくれます。彼女は、強烈な攻撃や2連攻撃など、パワーアタックを強化するパークを複数習得しているので、スタミナ吸収武器を装備させて、パワーアタックを連発できるようにするのがおすすめです。初期装備は軽装備ですが、実際に適性があるのは重装備です。適切な装備やセットボーナスを習得しているので、同じ種類の重装備を渡してあげましょう。防御パークも充実しており、盾を持たせれば盾役としても運用できます。パワーバッシュやデッドリーバッシュを習得しているので、盾でもそれなりのダメージを出せるのですが、バッシュの使用率は高くないので、火力目的で装備させるほどではありません。驚くべきことに、彼女はディスアームバッシュまで習得しており、パワーバッシュ使用時に敵の武器を落とさせることがあります。ただしパワーバッシュの使用率はかなり低く、さらに武器を落とさせる確率となると、それ以上に低くなります。あえて攻撃力の低い武器を装備させて、ひたすら観察し続けてどうにか収録できたレベルなので、通常プレイでお目にかかることはまずないと思います。それでも、AE より前の従者には防御パークを所持している者はほとんどいなかったので、盾役として優れていることは間違いありません。ここで残念なお知らせがあります。トリビュナルの亡霊で仲間にできる従者4人のうち、3人が近接戦闘タイプなのですが、つま先のベスパース以外の残りの2人、ミテのキドレン・インドバルと、ミテのエスラマ・バンダスは、つま先のベスパースの介護官です。まず、ミテのキドレン・インドバルは、つま先のベスパースと全く同じステータスです。レベルはプレイヤーの 1.2 倍、最大で100、片手武器、重装備、防御に適性があり、パークの取得状況も全く同じです。しかし、決定的に違うのは、ミテのキドレン・インドバルは、二刀流ができないということです。片手武器を2本持たせても、右手にしか装備してくれません。なので、必然的に片手武器と盾を装備させることになりますが、その場合の性能は、つま先のベスパースと全く同じです。それなら、二刀流か盾、好きな方を選べるつま先のベスパースを使えばいいという話になります。ミテのエスラマバンダスはさらに残念なことになっています。まず、レベルは最大で100まで上がりますが、プレイヤーの1倍であり、他の2人より常に低くなります。片手武器、重装備、防御に適性があるのは同じですが、他の2人よりは成長が鈍くなっています。代わりに、両手武器の適性が2人よりも高いのですが、両手武器のパークを持っていないので、素直に片手武器を持たせた方がいいです。二刀流ができないのもミテのキドレン・インドバルと同じで、片手武器と盾で運用していくことになります。ミテのキドレン・インドバルも、ミテのエスラマバンダスも、従者全体の中では強い方であることは間違いないのですが、同じタイミングで仲間になる、つま先のベスパースの介護官という、残念な性能になっています。
トリビュナルの亡霊で仲間にできる4人目の従者は、万兵シンドラスです。彼は、片手武器と破壊魔法を得意とする魔法戦士タイプの従者です。レベルはプレイヤーの 1.2 倍、最大で100まで上がります。彼の最大の特徴は、雷撃強化をランク2まで習得していることであり、威力 1.5 倍のライトニングボルト、チェインライトニング、サンダーボルトで戦ってくれます。ただし、最大間近はそこまで高くなく、魔法だけで戦わせるとすぐにガス欠を起こしてしまいます。片手武器にも適性があり、剣士やハック&スラッシュをランク2まで習得しているので、片手剣や片手斧を持たせるのがいいでしょう。雷撃強化のパークは付属武器にも有効なので、雷撃ダメージが付授された武器を装備させるのがおすすめです。ちょうど、トリビュナルの亡霊を進めれば、ホープスファイアという雷ダメージ30の片手剣が手に入るので、これを装備させるのがいいのではないでしょうか。ただし、本当に彼に向いているのは、混沌ダメージが付授された武器です。混沌ダメージは、炎、霊気、雷撃強化の全てで強化できるので、雷撃強化ランク2を習得している彼なら、全ての属性ダメージを 1.5 倍にできます。剣士やハック&スラッシュによるダメージの底上げは大したことないので、攻撃スピード重視で混沌ダメージが付授されたダガーを装備させるのが最も有効だと思います。敵に近づくと、それだけ攻撃を受けやすくなります。軽装備に適性があるので、軽装備を渡してあげてください。彼のトレードマークとも言える、キノコのような見た目の兜は、レドランの万兵の兜と言います。よっぽど気に入っているのか、伝説的まで鍛えたドラゴンスケールの兜を渡しても外してくれません。パーフェクトタッチがあればすり取ることもできるのですが、それ以外の方法がないかと探してみたところ、ネッチレザーの兜なら装備してくれることが分かりました。ネッチレザーの兜は、スコール村の北、ハクニールの浅瀬近くのダークエルフの死体が持つ、行商人の日記を読むことで始まるクエスト、カメル以上にを進めることで手に入ります。これを渡せば装備してくれるので、一度従者から分かれてすり取ればいいのですが、麻痺させて転倒した隙にすり取る場合は注意が必要です。彼に少しでも危害を加えると、教団を壊滅させるルートに入ってしまい、教団のメンバー全員と敵対関係になってしまいます。従者として雇用してる最中なら、多少危害を加えても大丈夫なので、ここで別れようを選択したら、直後にキャンセルを押して会話を終了させ、実際に従者から外れるまでの時間に麻痺を当てましょう。この状態ですり取れば確実に成功しますし、敵対もしません。これで、レドランの万兵の兜を外せるので、好きな兜を装備させられるようになります。次に紹介するのは、ビターカップで追加された新従者、ルルニク・ウィンドストライダーです。彼は破壊魔法を得意とする魔術師タイプの従者です。レベルはプレイヤーの1倍、最大で75まで上がります。雷撃強化のランク1を習得しており、威力 1.25 倍のライトニングボルト、チェインライトニング、サンダーボルトなどで戦ってくれます。重装備に適性があるので、重装備を渡せば防御力は上がりますが、それよりも、マジカ回復速度に特化した装備を渡すことをお勧めします。確かに彼は強力な魔法を覚えているのですが、戦闘中一度マジカが切れると、以降はファイアボルトとライトニングボルトを打ち続けるだけになってしまいます。ところが、マジカ回復速度に特化した装備を持たせると、一度マジカが切れても、チェインライトニングやサンダーボルトなどの強力な魔法を打ち続けてくれます。遠距離から破壊魔法を打ち続けるだけなら、あまり攻撃は受けないので、防御力が低くても問題はないと思います。また、彼は治癒の光や治癒の息吹といった回復魔法も覚えているので、たとえ鎧を装備させなくても、ある程度の耐久力は持っています。そんな彼を仲間にするには、ファルクリースの宿屋で謎の祭壇を読むと始まるクエスト、最後の願いから始まる一連のクエストをクリアする必要があります。まずはロードサイド遺跡に行くよう促されるのでそこに向かいます。すると、無の祭壇、力の祭壇、幸運の祭壇の3つから1つを選ばされます。ルルニクを仲間にするには、ここで無の祭壇を選ぶ必要があります。その後の分岐はないので、指示通りにクエストをクリアすれば、ルルニクを従者として雇えるようになります。このルートを選ぶと、力の祭壇、幸運の祭壇を選んだ場合の報酬はもらえなくなりますが、ルルニクは魔術師タイプの従者の中では最強と言っていい性能なので、有用さで選ぶなら、無の祭壇を選んでルルニクを仲間にするべきです。最後に紹介するのは、ゴブリンで追加された動物型従者、ゴグです。彼は雷の精霊召喚と槍で戦う特殊なタイプの動物型従者です。レベルはプレイヤーに関わらず6で固定です。レベルこそ低いですが、雷の精霊を召喚してくれるというのは非常に頼もしいです。ただし、欠点もあります。雷の精霊を召喚するのは戦闘開始直後のみであり、倒されたり効果時間が切れて消滅すると、その後は戦闘終了まで召喚してくれません。彼自身の性能はレベル6ということもあり、とにかく打たれ弱いです。雷の精霊が消えた後は、敵陣に突っ込んですぐやられるだけという状況に陥りがちです。ただ、装備してる武器が強力で、エクストラダメージにも持っているので、攻撃力はレベルの割に高めになっています。
彼の代わりに攻撃を受けてくれる盾役を用意すれば、そこそこの火力を発揮してくれます。彼は、会話によって防具を変更することができます。初期装備の骨の兜と鉄の鎧の組み合わせが最も防御力が高くなりますが、ビビたる差なので好きな見た目のものを選べばいいと思います。また、彼は動物型従者の中で唯一、不死属性を持っています。どんなに撃たれ弱くても死ぬことはないので、安心して連れ回せます。そんな彼を仲間にするには、リフテンの宿屋2階にあるクレキシウスへの手紙を読むと始まるクエスト、青い顔をクリアする必要があります。リフテンの南のクロムの道へ行くよう促されるので、そこで現れる青き神を倒せば、彼を従者として雇えるようになります。レベルが上がるほど戦力不足に感じてくるので、彼を活躍させたい方は、なるべく低レベルのうちに迎えに行ってあげてください。というわけで、AE で追加された新従者の紹介でした。SE 以前の従者と比べて、最大レベルが高い傾向にあるので、高レベル帯の従者が欲しい方は彼らを仲間にしてみてはいかがでしょうか。私のチャンネルではこの他にも、スカイリムについての役立つ情報を紹介しているので、興味があれば他の動画も見てみてください。その際はぜひ、フォロー、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。